こんにちは。今回はこちら、糸を引き揃えてカーディガンを編んでみました。この糸なんですけど、めちゃめちゃ可愛く引き揃えでできました。で、こっちの緑色、濃い緑色の方がいろんな色ですね。緑とかブルーとか、ちょっと黄緑っぽい色とかが混ざってる糸なんですけど、これはですね、前に、福袋の動画で出した時に、紹介した毛糸なんですけど、ちょっとやっと使える時が来ました。で、これ単体だとちょっと色が濃いかなって思ってて、引き揃えで編みたいなと思っていたので、ちょっといろいろ探してて、でこれが合うんじゃないかと思って、これと引き揃えました。でこっちが、セリアで購入したふんわりメランですね。これを2本取りで1本ずつで、引き揃えで編んでみたらめちゃめちゃ可愛い色合いになりました。ちょっと動画だと色の見え方がもしかしたら若干違うかもしれないですけど、実際見るとめちゃめちゃ可愛いです。で2本引き揃えて太めの棒針で編んでるので、すごいザクザク編めました。でちなみに、色番なんですけど、こっちのブロッセの方が、カラーナンバー5番ですね。こちらを使いました。で玉数はこれが今全部編み終わった段階で8玉目がほとんど残ってる感じです。8玉目突入してちょこっと使ったぐらいですね。でこっちのふんわりメランジの方はカラーナンバー10番。これが、7玉目を使っていて、残り3分の1ぐらいですかねっていう感じです。で、その前に湯沢屋さんの福袋の動画を出した時にもう一色同じこのブロッセっていうのがあったんですけど、それがですね、今回これを編む前にちょっとチャレンジしてみたもので、全く同じものなんですけど、こちらですね。これも同じ形でカーディガンを編みました。でこれで良かったので、こっちも同じように編んで動画にさせていただきました。でそれが、こっちですね。これもブロッセの、これは赤っぽい方、カラーナンバーが2番で、ふんわりメランジの方はちょっとピンクっぽい色味の毛糸で、これはカラーナンバーが3番ですね。これを使いました。もうどっちもめちゃめちゃ可愛いです。なのでこの引き揃えのなんかぴったりな糸が見つかったなと思って、もうとにかくこれが去年編んだんですけど、めちゃめちゃ可愛くてめっちゃ着てるので、ちょっと早くこれを編んで動画にして着たいなと思ってたので、やっと編み終わってよかったです。で今回はここにちょっと見てもらうとなんとなく見えるかと思うんですけど、この模様編みを、前にこんな感じで入れてます。この、ゴム編みの後からここだけですね、模様編みをずっと入れてってるっていう感じなので、ちょっと模様編みのお話もあったので、全部を細かくお話ししていくとすごい大変長い動画になってしまうので、基本的な表編みとか裏編み、あと、2目一度ですね。左上の2目一度、右上2目一度とか、そういう基本的な編み方は、だいぶさらっと説明しているような感じで、やらせていただいてます。この模様編みの編み方を、中心にお
お話ししつつ、全体の工程ですね。でも基本的なものは、サクッとお話しして、進んでいくっていうような感じでやらせていただいたので、ウェアを編んだことある方でしたら問題なく編めるかと思います。で、模様編みを少しだけ取り入れてカーディガン編んでみたいなっていう方向けの動画となってますので、まずもし参考に編んでいただけるようであれば動画を全部見ていただいて、それで判断していただければいいかなと思います。で、こちらの編んだもののサイズは後ほど画像で載せておくので、よかったらご確認ください。今回使用した道具とか、毛糸の種類なんかは動画の概要欄の方に書いておきますので、そちらもご確認お願いします。では編み方から始めていきたいと思います。はい、じゃあ前身ごろから作っていきたいと思います。今回は2種類の糸を使っていくので、2本引き揃えて、まずは1メーターぐらい糸端を取ります。1メーターぐらい取ったら結び目を作って、指でかける作り目を37目作っていきます。今回は15号の60センチの針を使っていきます。結び目を少し引き締めて、これで2目目、3目目、4目目、5目目っていう感じで、結び目の1目も数えて1、2、3、4、5、今5目できたので、あと32目ですね。全部で37目作り目を作っていきます。はい、作り目37目できました。そしたらこの作り目を1段目と数えて、次は2段目から編んでいきます。往復編みで1目ゴム編みを編んでいきたいと思います。裏から見て編んでいくので、まずは裏編みから始めて、次は表編み、裏編み、表編み、裏編みと交互に1目ゴム編みを編んでいきます。裏から見て編んでいくので、最初の1目目は裏編みからになります。端っこまで交互に編んでいきます。はい、最後の1目は裏編みで終わります。これで2段目が終わりました。次は3段目になります。ひっくり返して表から見て編んでいきます。表から見て編んでいく1目ゴム編みは、まずは表編みから始めて、裏編み、表編み、裏編み、表編みという風に編んでいきます。これをまた端っこまで編んでいきます。はい、最後は表編みで終わります。これで3段目が終わりました。これをですね、まず18段分編んでいきたいと思うので、今3段目まで終わったので、あと15段分ですね、編んでいきたいと思います。はい、1目ゴム編みを18段編みました。だいたい9センチぐらいになってます。で、18段編んだので、今裏から見て編み終わっている状態です。で、この15号の針を今度は8ミリの針に変えて、編んでいきたいと思います。はい、8ミリに変えました。そしたら、まず前身ごろは向かって右側と向かって左側、それぞれ作っていくんですけど、今回は模様編みを入れていこうと思うので、まずは向かって右側から編んでいこうと思います。向かって右側はこんな感じで、後で、この画像を載せておくので、そちらも確認していただければと思うんですけど、
この辺にですね、模様をこうずーっと上に入れていこうかなと思ってます。で、模様を実際に入れる段がこのピンクの部分の段ですね。ここですね。この模様は8目8段で1模様になります。それをずっとこう繰り返しで1から8段目でまた9から16段目っていう感じでサイクルで同じように編んでいく編み方になります。まずは1段目と2段目は何も模様編みはないのでメリヤス編みで編んでいきます。まず次は表から見て編む段なのでずっと表編みで編んでひっくり返して裏編みでずっと帰っていきます。で、ここから一目ゴム編みじゃなくなるので新たに1段目と数え直して編んでいこうかなと思います。まずは1段目2段目をメリヤス編みで編み進めていきたいと思います。ちょっと8ミリに変えたので目が通りにくいんですけど、まずは表から見て編むので表編みで端っこまで編んで戻ってくるときは裏編みで戻ってきます。じゃあ2段分編んでいきたいと思います。はい、今メリヤス編み2段編みました。表から見たら表編みが2段分ですね、編みました。そしたら次3段目になるんですけど、まずは一番最初の1目目からずっと編んでいくんですけど、27目分まずは表編みを編んでいって一旦そこでストップします。はい、27目分表編みを編みました。そしたらこっちの残りが今10目残っていると思うので、一旦ここでメスリングをつけておきます。メスリングじゃなくても、段数マーカーとか引っ掛けられるものがあればここに引っ掛けておいて、で、ここからまずは4目分、この4目をここですね、28、29、30、31目のこの4目、このちょうど緑色のところですね、この4目で2目交差をしていきます。で、この緑色は左上の2目交差になります。この30目と31目のところの線がこう右上にこう行ってると思うんですけど、28、29、30、31目目のこういう感じですね。30目と31目目が上に来る交差編みになります。これをやっていきたいと思います。で、それで縄編み針を今回は使いながら、お話ししていこうと思います。まずは最初の2目を縄編み針に移していきます。こういう U の字みたいな方でもこうちょっと棒状の縄編み針どっちでもいいので、使っていただいて、100均にもこんな感じの縄編み針が売ってるので、ダイソーに売ってたのでよかったら見てみてください。こんな感じで短い方からこうそのまま縄編み針に移します。そしたらこの緑色の交差編みの時はこの縄編み針を生地の後ろ側にやっていきます。こんな感じで。そしたら今左の針にかかってるこの先頭の目と次の目を表編みしていきます。このままガバッと開いてて大丈夫なんですけど、このままこんな感じで
2目表編みをします。そしたら今度裏側に置いておいた縄編み針の方に左手で持ち替えます。で、こっちの長い方の先端に向けて目を移動していきます。で、これを、棒針だと思ってこの状態のままこんな感じで表編みを編みます。こんな感じですね。ちょっと編みにくいんですけど、左の針を外してからこっちで棒針だと思って編む。で、そうすると、少し分かりにくいと思うんですけど、この4目が今交差してます。これが30目目、31目目にあった目が右側に移動して、縄編み針に休ませておいた方が今こっちに移ってるって感じですね。ちょっと見づらかったですね。こんな感じで交差してます。これがこの緑色の左上2目の交差編みです。次はこっちのオレンジ色の方、右上2目の交差編み。この4目のうち右側の2目が上に重なる感じの交差編みです。これもまずは縄編み針で2目をこっちの縄編み針に移動していきます。で、さっきはこれを後ろ側にやってたんですけど、こっちのオレンジ色の時は手前に縄編み針を置いておきます。で、棒針の方にある2目をまずは表編みして、今2回表編みしたので、今度は左の棒針の方はちょっと置いておいて、縄編み針に持ち替えます。で、またこっちの長い方にずらしていって、こんな感じで縄編み針の目も表編みを編んでいきます。そしたら、一番最後の2目はそのまま気にせず表編みを編む。はい、これで今少しこっちとこっちになってると思うんですけど、これがまずはこの3段目のやり方です。これが今こうなってるものが今度これが逆になるので、こういう感じでこうなります。それがこうずっとこういうなんていうんですかね、こんな感じの模様になっていくっていうやり方ですね。で、今3段目が終わったので、今度戻っていく4段目、5段目、6段目。ここから3段はまたメリヤス編みになるので、裏を見ながら編んでいくときは裏編み。で、次は表編み。で、裏編みと3段メリヤス編みで編んでいきます。で、交差編みをしたところも気にせず、そのまま1目ずつもうどんどん裏編みをしていってしまって大丈夫なので、こんな感じで戻っていくときはずっと裏編みで戻っていって、で、このリングもそのまま右に移動してどんどん編んでいきます。で、今これ4段目なので、あと5段目と6段目まで編み終わったら7段目もう一度
ここの編み方をお伝えしようと思います。はい、今6段目まで編みました。今はまだこんな感じですね。うっすら模様がわかるような感じです。次は7段目、またここで交差編みをやっていくので、まずはこのリングのところまで表編みで進めていきたいと思います。はい、リングのところまで編み進めてきたので、ここからまた縄編み針を使って交差編みをしていきます。今度はオレンジ色の方なので、さっき最後にやった方ですね。まずは、縄編み針に2目移すところまでは毎回一緒ですね。でこれを前にするか後ろにするかっていうだけの話なので、オレンジの時は前、緑の時は後ろっていう感じで今回は覚えていただければなと思います。オレンジ色の時は縄編み針を前にしたままで、次の2目を表編みが2回ですね。2回表編みを編んだら、左手の棒針を外して縄編み針の方に持ち替えて、この長い方の針に目を移動させてから、この状態で表編み、表編み、これで右上2目の交差ができました。続けてこっちの緑色の2目交差ですね。まずは2目を移したら、今度は縄編み針を後ろにやります。そしたら2目を表編みして、で左手の針を手から離して、この時にあと2目しか残ってないので、針がこう落ちないように気をつけながらやっていきたいと思います。でこっちの縄編み針の方に持ち替えたら、表編み、表編み、でそしたら最後の2目は表編みですね。はい、これで7段目が終了しました。これで若干わかると思うんですけど、こういう感じで模様ができてます。これがずっと続いていく感じですね。で、最後8段目、裏編みで端っこまで戻っていきます。はい、8段目まで編み終わりました。これで1セットが終了になります。こんな感じですね。これをですね、ずっと繰り返し、また今8段目まで終わったので、今度は1段目と同じことを9段目でやっていくっていう感じで、サイクルでどんどん進めていきます。これを全部で、まずは50段目まで編んでいきたいと思います。なので、こういう感じで書いておけば、こう編んだところをこうやってチェックしながら進めていけるので、ちょっと途中でここの3段、ここからも1、2、3っていう感じで3段メリヤス編みを編んでる時にカウントしてないと、あれ3段何段編んだっけなっていう感じでわからなくなってしまうことがあるので、私はいつもこういう感じで1段ずつ編み終わったらチェックを入れていくっていう風にやってます。で50段目まで編んだら、また次、さらにやることを追加しながら編んでいきたいと思うので、まずはこの50段目まではずっとサイクルで編んでいきたいと思います。でこれの静止画を後ほど載せておくので、よかったらご覧ください。はい、50段目まで
編み終わりました。今こんな感じになってます。模様もここだけですね。縦にずーっと続いてます。これで、だいたい今ですね、36センチぐらいになってます。で、ここからですね、今向かって右側の身ごろを作ってるんですけど、こういう風に緩やかに斜めに、減らしていこうと思います。で、それがこの編み図になります。これも後で静止画で、載せておきますのでご確認ください。まずは、50段目まで編み終わってるので、次51段目から編み始めていくんですけど、51段目から90段目まで編んでいきます。で、ここの、ちょっと分かりにくいと思うんですけど、こう減らしていきたいんですけど、模様は縦にずっとラインを合わせたいので、模様の一つ内側で減らし目をしていきます。それがこの編み図になるんですけど、模様の直前で2目一度していきます。で、ここのグレーの部分、これがちょっとわかりにくいんですけど、グレーは、実際にはこう一緒に編むので、これがこういう風に曲がるような感じになります。なのでここが編まない部分というか、編み図的にちょっとこんな感じになってしまうんですけど、一目ずつ減らして実際にはこう続けて編むっていうような感じですね。なのでこのグレーの部分はもう気にしないで、これがこうなるみたいな感じで思ってもらえればいいかなと思います。まず早速51段目から、減らし目があるのでやっていきたいと思うんですけど、減らし目は4段ごとに1目ずつ減っていきます。で、51段目から今からスタートして、90段目まで計10回1目ずつ減らしていって、で最終的に、この90段になる時には27目になってますよっていう感じになります。実際にちょっと編んでいきたいと思います。じゃあ51段目ですね。まずは25目のところまで編んで、26、27で2目一度していきます。表編みで2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25のマーカーの2目手前までですね、2目残して、まずは表編み25目編みました。そしたら、ここですね、左上2目一度の記号なので、この2目をいっぺんに表編みをします。そしたら今もうこれで1目減ったことになってるので、この最初の1目目からここまでで26目になりました。そしたらマーカーをそのまま移動して、今度はこのまま引き続き、また縄編みがあるので、2目を移して緑なので後ろで2回表編みして、表編み表編み、で次の2目も今度はオレンジ色なので手前にしておいて、で表編みを2回編んだら
ちの縄編みの方で表編み、表編みで、最後の2目も表編み。はい、これで51段目ができました。で、52、53、54はそのままメリヤス編みなので、気にせず3段ですね、編んでいって、ちょっともう一度55段目のところでお伝えしようと思います。はい、54段目まで編み終わりました。最初の51段目で1目減っているだけなので、まだ全体で37目だったのが、ここの1目を減らして36目の状態で54段目まで進んでます。次、55段目でまた1目減らしていきます。やり方はさっきと同じなんですけど、まずは、最初の24目分ですね、編んでいきます。マーカーの手前の2目残すところまで編んでいけば24目分になるので、その覚え方でも大丈夫なので、マーカーの手前2目残すところまで編んでいきます。はい、マーカーの手前2目残すところまで編んだので、また2目一度していきます。この2目をいっぺんに表編みをして、でマーカーを移して、また、縄編みですね、始めていきます。で4段に1回なので、毎回その1目減らした後はすぐ縄編みが入るっていうような感じで、覚えやすいと思うので、2目一度押した段では縄編みをするというような感じでやっていきます。もうやり方は、今お伝えした通り4段に1回なので、これを、90段目までですねやっていって、その後91段目からはまた、肩のところを斜めにやっていきたいので、ちょっとそこまでは、この編み図通りにですね、90段目までは、4段に1回1目減らしていくっていうのをやっていったら、また続きは後ほどお伝えしようと思います。はい、90段目まで編み終わりました。今残ってる目数が27目になってます。次の91段目から、98段目まであと8段編んでいくんですけど、向かって右側、こう肩が下がるような感じで引き返し編みをやっていこうと思います。こちらの静止画も、後ほど載せておきます。まず91段目。まずは、そのままずっと編み進めていって、縄編みをやって、一番最後の2目で左上2目一度やっていきます。今までは、この縄編みの1個内側で2目一度やっていたんですけど、ちょっと引き返し編みの都合上、一番最後だけこの一番端っこで2目一度やっていこうかなと思います。まずは91段目ずっと編み進めていって、最後2目残したら、2
2目一度やっていきます。そこまで進めていきます。はい、2目残すところまで編んできました。そしたら最後の2目は左上2目一度押して、これで今合計で26目になりました。この状態で、もう目数は減らさないので、編んでいくんですけど、次の92段目ですね。ずーっと裏編みで編み進めていくんですけど、最後7目残すところまでやっていきます。裏編みでひっくり返してずっと裏編みを編んでいくんですけど、最後の1,2,3,4,5,6,7目は編まずに、ここまでですね、裏編みを編み進めていきます。はい、裏編みで編み進めていって、最後1,2,3,4,5,6,7目、この7目は編まずに92段目は編み終わりで、ひっくり返して93段目を編み進めていきます。93段目の一番最初、この7目は編んでないので、この8目目からの編み始めになります。まずはこの丸印が掛け目になります。でこの V の字が、滑り目ですねになるので、まずは掛け目、後ろから指にかけてる糸をただこう引っ掛けるだけですね。でこのまま押さえながら先頭の目を右から針を刺して右の針に移動します。これで掛け目と滑り目ができました。そしたらずーっと表編みで最後まで編み進めていきます。はい、93段目端っこまで編んできました。そしたらひっくり返して94段目を編んでいきます。94段目でも途中でまた引き返していくんですけど、今度は、ここの部分で引き返します。でここが何目かなんですけど、さっきの掛け目滑り目をした目を含めて1,2,3,4,5,6目数えます。ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、さっき掛け目滑り目をしたところがここですね。一番最初1,2,3,4,5,6,7目残して、その後掛け目滑り目をしたところ、それがここになります。パッと見ちょっと目が変になってるところがあると思うんですけど、これが掛け目と滑り目をしたところです。これが掛け目と滑り目がなんか一体化してるような、重なってるような目になってます。それがここの8目目の部分ですね。1,2,3,4,5,6,7 8目目の部分、これを含めて1,2,3,4,5,6なので1,2,3,4,5,6、ここまで、今度はここまでを編むっていう感じです。なのでマーカーから1,2,3,4目まで編むっていう感じですね。これがちょっとややこしくて分かりにくいんですけど、裏編みでずっと編んでいって、であと1,2,3,4目編みました。掛け目滑り目含めて1,2,3,4,5,6目残したので、またひっくり返して今度は95段目を編んでいきます。95段目でも一番最初掛け目と滑り目から始まります。掛け目滑り目、あとは、端っこまで編んでいくんですけど、次は縄編みが入る段になるので縄編みをやっていきます。
ちょっと縄編み針を使わないやり方で編んじゃいます。縄編み針を使った方が正確に編めると思うのでいいんですけど。で交差編みして最後1目だけですね。1目編んで、これで95段目が終わったのでひっくり返して96段目ですね。で96段目は、まずは今度はこっちから数えた方が分かりやすいと思うので1234567目編んでいきます。1234567目編みました。そうすると、さっきのここの掛け目滑り目のところから12345目なので12345目で合ってますね。またひっくり返してで最後また掛け目滑り目で端っこまでこれで97段目が終わりました。で一番最後の98段目ですね。ここで、この3箇所分ですね。ここのやり方をお伝えします。3箇所なんですけど、まずずっと裏編みで最後まで編んでいくんですけど、ここの掛け目滑り目のところがこことこことここ3箇所にあるので、まずはここの掛け目滑り目の直前までは、通常通り裏編みをちょっと編んでいきますね。普通に裏編みで編めるところはまず裏編みで編んでいって、でこの掛け目と滑り目のところ、ここなんですけど、掛け目がこう上に重なってると思うので、それを左に避けてもらって、この滑り目をした目、これをまず裏編みを編みます。掛け目を取らないように。で今1234567回裏編みをしてます。でこの掛け目なんですけど、この掛け目と次の目を一緒に裏編みをしていくんですけど、このまま一緒に裏編みをしてしまうと掛け目が表側に出てしまってちょっと見栄えが悪いので、目を入れ替えていきたいと思います。まずは表編みを編むように針を刺して右に移動で、次の目も同じように移動したら左の針でこの移動した目をいっぺんにこっち側から針を刺してで右の針を抜く。でこれで目が入れ替わったので一緒に裏編みをしていきます。そしたらまたここの掛け目と滑り目のところまで裏編みで編んでいきます。でここはもう最後なのでリングは外しながら編んでいってしまいます。はい、またここですね。掛け目を左側に寄せて、この滑り目だけをとりあえず最初に裏編みをして、でこの掛け目と次の目をまずは入れ替えたいので、2目右に移したら左の針で引っ掛けて、で一緒に裏編みで最後のここのまた掛け目と滑り目のところまで
編んでいって、で掛け目を左に避けといて、まずは滑り目を編んで、で掛け目と次の目を入れ替えて、で一緒に裏編み。あとはそのままずっと裏編みですね。はい、これで98段身ごろ、前身ごろの向かって右側が終わりました。あとは、これを目を休ませておきたいので、ほつれ止めで休ませておきます。で、この糸端はだいたい4倍から5倍ぐらい取っておいてカットしておきます。はい、向かって右側の身ごろ、ほつれ止めで休ませて、4倍から5倍ぐらいでカットして糸端を残しておきます。で、向かって左側をこれから作っていくんですけど、まずは、ここのゴム編みのところは同じですね。15号で指でかける作り目を37目作ったら、表編み、裏編み、表編み、裏編みって交互に1目ゴム編みを編んでいきます。その先から模様が反対になるので、またちょっとそこでお伝えするので、一度ここの1目ゴム編みを18段編むところまで行ったらまたお伝えしようと思います。はい。次は向かって左側の身ごろのお話をしていきます。向かって右側と同じように、まずは、15号で作り目37目、1目ゴム編みを18段編んだところです。この後から8ミリに大きくして、この表の通りに50段編んでいきたいと思います。で、向かって右側の方はこっち側に模様が入ってたんですけど、向かって左側はこっち側に模様を入れるようになります。この模様の、編むタイミングが2目表編みを編んでから模様を入れていくので、もし、模様を入れるタイミングで心配であれば、この2目目のところにマーカーを入れて、マーカーの次から模様っていう風にやっていくといいかなと思います。一応ちょっとそれでやっていくとすると、こうやって入れておいて編んでいくっていう感じですね。ここから8目分は模様編みっていうことになるので、この2目編んだところにリングをつけておきます。つけなくてももちろん大丈夫です。で、まずは1段目2段目はメリヤス編みなので、まずは表編みで行って裏編みで帰ってくるっていう感じで、3段目からまた縄編みでやっていくんですけど、もう編み方は全く同じなので、ただ右と左で模様の入る位置が違うっていうだけなので、ここは特に問題ないかなと思うので、50段このまま編み進めていってしまおうと思います。で、51段目からは、今度は、また減らす場所が変わってくるので、変わってくるって言っても左右対称になるっていうだけなんですけど、そこもとりあえずお伝えしてから進めようと思うので、まずはこの表の通りに50段目まで編んでいこうと思います。この表も、この後載せておきますので、よかったらご覧ください。はい、50段目まで編み終わりました。そしたらまた、今度はこっちの編み図でやっていきます。51段目から向かって右側と、やることはほぼ
同じですね。左右対称になってるだけで、まずはこの10目分ですね、模様編みをやってから、その次すぐに右上2目一度をやっていきます。向かって右側の時は左上2目一度をやってたんですけど、今度は右上2目一度に変わるだけです。模様編みのこっちのすぐ次の2目で2目一度をやっていきます。まず51段目。最初、ここの縄編みのところまで編んでいって2目一度をやっていきます。ちょっと今回も縄編み針を使わないで編んでいっちゃうんですけど、これで、今10目分ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10目編んだので、その次すぐに右上2目一度ですね。1目移して次の目を表編みしてかぶせる。これで1目減ったので、あとは端っこまでずっと表編みで進んでいって、戻ってくるときは52段目裏で戻っていきます。で、52、53、54段目は普通のメリヤス編みで、また55段目の時に模様編みをした後すぐ右上2目一度をやっていきます。同じようにまた4段ごとにですね、模様編みが終わってから2目一度をやっていく。で、最終90段まで、最終ではないんですけど、とりあえず90段まで編み終わったら、またこっち側も肩をこう斜めに下げるような編み方をしていくので、また90段目まで編み終わったらお伝えしようと思います。はい、今90段目まで編み終わりました。そしたらまた今度こっちですね。これも後ほど静止画で載せておきます。91段目から98段目の編み方をお伝えしていきます。これも左右対称なので似てるところがほとんどなんですけど、若干やり方が違うので、お伝えしていきます。で、まず最初91段目ですね。91段目、一番最初に右上2目一度をやっていきます。はい、そしたら、次の8目で模様編みですね。交差編みをしていきます。はい、そしたらですね、次から、最後1、2、3、4、5、6、7目残すところまで表編みで編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7。ここは編まずに、ここまで表編みで編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7目。7目残したらひっくり返して次は92段目になります。また、引き返し編みですね。
掛け目と滑り目をやっていくんですけど、向かって右側と違うところは、掛け目をしたら、指にかけてる糸は手前に持ってきた状態で滑り目をします。これで掛け目滑り目ができたので、端っこまで裏編みで戻っていきます。はい、92段目が終わりました。はい、次は93段目ですね。93段目。ここが、14目のところになってるんですけど、1目減ってるので、実際に編むのは、ここは13目分になります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13目ですね。表編みを編んでいきます。11、12、13目。そうすると、編み残しのところ、さっきの掛け目と滑り目の1目と、1、2、3、4、5なので、13目分編んだら、ひっくり返して、また掛け目と滑り目をしていきます。掛け目、滑り目、で、また端っこまで裏編みですね。はい、94段目編み終わりました。そしたら次95段目なんですけど、95段目はこっち側の、交差編みがちょっと引き返し編みの関係でできないので、最初の交差編みだけになりますね。1目編んで 4目で交差編みして残り2目を編んでいきます。今交差編みが編んだので、残り2目編んだら95段目はおしまいで、ひっくり返して96段目、また掛け目をして滑り目をして端っこまで裏編みですね。はい、そしたら、97段目ですね。97段目は端っこまで編んでいくんですけど、ここで段消しをしていきます。3箇所ですね。こことこことここですね。これも、向かって右側と同じような感じで2目がこうくっついてるようなところがあるので、まずはそこまでは表編みで編んでいきます。3、4、5、6。今6回表編みを編んだところで、次ここで、ここにですね、滑り目と掛け目があるので、まずは手前の滑り目のところはそのまま表編みを編みます。で、掛け目と次の目を一緒に編んでいくんですけど、こっちの場合はそのままいっぺんに左上2目一度するような感じで編んでしまって大丈夫です。で、また次の掛け目と滑り目のところですね。ここまで来たら、また最初の滑り目のところだけ最初に編んで、掛け目と次の目を一緒に表編みで、またもう一個最後ですね。ここが滑り目を表編みして、掛け目と次の目を一緒に表編みで、あとは端っこまで表編みを編んで、これで97段目が終わりですね。98段目はこのままずっと通常通りの裏編みで端っこまで戻っていって、これで向かって左側が終わりになります。そしたら、こっちの
向かって左側の糸端は、糸始末できるぐらいの長さでカットして、また目をですね、ほつれ止めとかで休ませておきます。これで両方の前身ごろが終わりになるので、次は後ろの身ごろから後ろの身ごろをやっていくんですけど、後ろの身ごろは編み方はすごく簡単なので、90段目のところまで口頭でお伝えしていこうと思います。でこれで、向かって左がおしまいですね。また糸端は糸始末できるぐらいでカットして、でほつれ止めに休ませておきます。はい、次は後ろ身ごろのお話をしていきます。途中まではすごく簡単なので、この編んだものを見ながらお伝えしていこうと思います。まず作り目なんですけど、糸端を2メーターぐらい準備して、そこから指でかける作り目を71目作っていきます。その時に使用する針は15号の60センチか80センチの輪針を使用します。で、一目ゴム編みを編んでいくんですけど、前身ごろで、表裏表裏で始まっていたと思うんですけど、後ろ身ごろの場合は表表で裏表裏表という感じで、表を2回編んでから裏表裏表っていう風に一目ゴム編みで編んでいきます。そうすると一番最後も表表で終わるようになるので、それで前と後ろをすくい閉じした時に綺麗な一目ゴム編みの形になるので、後ろ身ごろは両サイド一目ずつ表編みが、連続でくるような編み方にしてます。これを、18段前身ごろと一緒ですね。18段編んでから針を8ミリの針に変えて、ずーっとひたすらメリヤス編みを編んでいきます。減らしたり増やしたりせずに71目のままずーっと編んでいきます。で、こちらも同じように90段までひたすらメリヤス編みを編みます。ここから10、20、30、40、50、60、70、80で今90段目ですね。編み終わってる状態です。まずはここまで編んでいただいて、で、また前身ごろでもやった肩のところですね。それを前身ごろは向かって右と左で別々で編んでたんですけど、一緒に編んでいくので、この行ったり来たりっていうのが、両方同時進行っていう形でやっていきます。で、この編み図も後ほど静止画で載せておくんですけど、少し小さいと思うんですけど、やり方は向かって右と左と同じで、ただ単にこの同時にやっていくっていうだけなので、難しいことは特にないと思います。でここも、今からお話ししていきます。ではメリヤス編みを90段編んだ後から、91段目からお話ししていきます。まずはずーっと表編みで編んでいって、一番最後の1,2,3,4,5,6,7目分ですね。7目分残して編み終わりですね。91段目は。ちょっとそこまで表編みで編んでいきます。はい。1,2,3,4,5,6,7目残して、これで91段目が終わりです。次ひっくり返して92段目になります。
92段目の時、一番最初に掛け目、滑り目をしていって、ずーっと裏編みで戻っていくんですけど、こっちも同じように斜め残すところまで裏編みで編んでいきます。まずは掛け目をして、今裏を見てる状態の時は掛け目をしたら手前に糸を持ってきて滑り目をします。でこのまま裏編みで進んでいって、また端っこの斜めを残して編み終わりになります。ちょっとそこまでやっていきます。はい、斜め1234567斜め残したので、これで92段目終わりで、ひっくり返して93段目を編んでいきます。93段目も同じように掛け目滑り目から始まってずーっと表編みで編んでいくんですけど、今度ここですね。また掛け目滑り目、前回の掛け目滑り目含めて12345目残すところまで編みます。ちょっと分かりづらいと思うので、とりあえず一番最初に掛け目をして滑り目をするんですけど、今度は表の生地を見て編んでるときは、糸は手前にしないで後ろにしたまま、このまま指で押さえて滑り目をして、掛け目滑り目で表編みで進んでいくんですけど、どこまで編むかっていうと、こっちの端っこの一番最初斜め残したところで次掛け目滑り目をしたので、ここからこの掛け目滑り目を1目と数えて12345目残すところまで表編みで編んでいきます。わかりにくかったらこういう風にマーカーをつけておいて、12345ここまで編むっていう感じですね。これでマーカーのところまで表編みで編み進めていきます。ちょっとまだ途中なんですけど、さっきマーカーつけたところがちょっと針の方が太くて通らないので、ちょっとマーカーの位置を変更しておきます。ここまで編むっていう感じですね。こんな感じで編み進めていって、でここでマーカーのところまで編んで、編み残しが最初の斜めと、掛け目滑り目を含めて12345目残すところまで編みました。次94段目ですね。ひっくり返して、このマーカーは取っちゃって大丈夫です。こっち側も同じように掛け目滑り目から始まるんですけど、同じようにこっちの端っこの掛け目滑り目を含めて12345目残すところまで、ここまでですね編んでいくっていう感じですね。でこっちは裏を見てるので、掛け目をしたら糸端、指にかけてる糸は手前で滑り目をして、で裏編み、さっきマーカーをつけたところまで裏編みを編んでいきます。はい、94段目、マーカーのところまで裏編みで編んだので、次表に返して95段目です。95段目も、同じように途中で、引き返すんですけど、今度はもうすでにこっちの左端の方、掛け目と滑り目のところが2つあるので、ちょっと分かりにくいんですけど、ここが左端で1個目の掛け目滑り目で2個目の掛け目滑り目、この2個目
の掛け目と滑り目から、まずこれを1目と数えて、1,2,3,4,5,6残すところまで編むっていう感じですね。だんだん幅が引き返す幅が狭くなってくるので楽っちゃ楽なんですけど、ちょっと両方いっぺんにやると難しいですよね。掛け目で表を見てるので、糸は向こう側のまま滑り目して、でマーカーのところまで表編みで編んでいきます。はい、マーカーのところまで編んだので、これで95段目が終わりで引き返します。次96段目。96段目も、掛け目、滑り目が2箇所あるので、2箇所目から掛け目、滑り目を1目と数えて、1、2、3、4、5、6目残すところまで編むので、ここまでですね。で最初は掛け目をして、糸は手前で滑り目をして、でマーカーまで裏編みをしていきます。はい、マーカーのところまで編みました。これで96段目が終わりで、97段目、最後の掛け目、滑り目ですね。97段目、まずは掛け目をして、糸は向こうで滑り目をして、で、表編みで編んでいくんですけど、表編みを編んで端っこまで表編みを編むんですけど、3箇所分、まずは段消しをしていきます。こっち側の3箇所分ですね。なのでずっと編んでいくうちに、ここに掛け目と滑り目が出てくるので、そこで掛け目は掛け目はじゃない、滑り目はまずはそのまま編んで、で次の掛け目と次の目を一緒に編むという、向かって左側でやったやり方ですね。ここですね。はい、ここが、掛け目と滑り目なので、滑り目を最初に編んで、で掛け目と、次の目を一緒に表編みします。でまた進んでいって、でここの滑り目を編んで、掛け目と次の目を一緒に表編み、また表編みで進んで、で今ちょうど滑り目を編んじゃったんですけど、滑り目を編んで掛け目と次の目を表編みで端っこまで編んでいって、これで、97段目が終わりです。で最後ラスト98段目なんですけど、まずはちょっと26目分裏編みを編んでいきます。で途中の間の19目で、伏せ目をしていこうと思うので、ちょっと、26目分裏編みで編んでいきます。はい、今26目分裏編みで編んできました。
そしたら、ここから19目分伏せ目をしていきます。なのでまず19目分数えていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19。19目分ここまで伏せたいので、ちょっと一回19目のところにマーカーをつけておいて、で伏せ目をします。裏編みでまずは2回編んでから1目目をかぶせます。でまた次からは1目編んだらかぶせる、1目編んでかぶせる。これをとりあえずマーカーのところまで1目編んでかぶせていきます。はい、今マーカーのところまで伏せたんですけど、これが19目目になるので、この目も伏せたいのでもう一回編んで伏せます。そうすると19目分はちゃんと伏せられてるので、こっち側を、今度裏編みをしながら段消しをしていきます。また、滑り目のところまで裏編みで進めていって、今ちょうどここがかけ目と滑り目なので、滑り目を先に裏編みして、で今度は、向かって右側の身ごろでやった目を入れ替える作業をしていきます。右の針に表編みを編むように2目移動したら、左の針でこっち側から引っ掛けて目を入れ替えていっぺんに裏編みします。でまた裏編みで進めていって、滑り目のところまででかけ目を左に避けて滑り目を編んでからかけ目と次の目を入れ替えて裏編みでまた裏編みで進めていって、でかけ目を避けて滑り目だけ編んでかけ目と次の目を入れ替えて裏編み。これで今3回やったので、あとは裏編みで端っこまで編んでいきます。はい、これでこっち側も26目分あるはずなので、26目と26目、前身ごろでも26目残してある状態なので、これをそれぞれ、肩を剥いでいこうと思います。でこっちの糸端なんですけど、後ろ身ごろの糸端は肩はぎで、かぎ針を使ってやっていくので、とりあえず切らないでそのままにしておいて大丈夫です。で、肩はちょっと分かりにくいと思うんですけど、こんな感じで少し斜めになってますね。でこの26目同士を前身ごろと合わせて肩はぎをやっていきたいと思います。はい、そしたら肩はぎをやっていきます。で後ろ身ごろのまだ、糸玉につながってる糸からの方からやっていきたいと思います。で今これが表を見てる状態で、こっちの糸がつながってる後ろ身ごろから合わせていく方が、糸端を短くカットした方の向かって左側の身ごろですね。こっちの身ごろからやっていきます。これをひっくり返して中表で合わせてやっていきます。で、ほつれ止めに留めていたので、私はこのままやっていこうと思うんですけど、ほつれ止めが、別の糸で
休ませておいた場合は、他の、8ミリじゃなくていいので、もう一個下のゴム編みで使ってた15号とかですね、そっちを刺してやっていただいて大丈夫なので、針先を同じ方向に向けながら肩はぎをしていきます。で、今回かぎ針で、やっていくんですけど、9ミリを使っていこうと思います。9ミリから10ミリぐらいのかぎ針があるといいかなと思います。で、結構太い、8ミリの今回針でメリヤス編みを編んでいたので、9ミリで使っていくんですけど、若干きつくなりすぎないように力加減を気にしながらやっていこうと思います。まずはこういう感じで並べて、で、指に糸をかけてやっていきます。まずは手前の身ごろの方から表編みを編むようにかぎ針に移して1目移しました。そしたら後ろ身ごろの方の1目目も移していきます。ちょっとこういう細いほつれ止めだとスルスルなってしまうので、なるべく15号とかの針に移した方がやりやすいかもしれないです。で、後ろからも1目取ったら、後ろ身ごろを引っ掛けて前身ごろの方にくぐらせていきます。そしたら指にかけてる糸を引っ掛けて鎖編みのような感じで編んでいきます。で、これで1個できたので、また手前から1目、奥から1目で、奥のこの1目、今先頭にいるこの輪っかを引っ掛けて、この真ん中の前身ごろの目だけに通したら、指にかけてる糸を引っ掛けて2目一気に引き抜きます。また同じように手前から1目、奥から1目で、奥の目だけ引っ掛けて手前の目に通したら、指にかけてる糸を引っ掛けて一気に引き抜く。手前、奥で、奥の目だけ引っ掛けてで一気に引き抜く。これを端っこまでやっていきます。残り1目ですね。手前と奥を拾ったらかけて、でこれで、終わりになるので、あとは糸始末できるぐらいの、長さでカットします。でカットしたらこの輪っかをこのまま引っ張っていきます。これであとは糸始末ですね。でこっちの、前身ごろの糸端もあるので、一緒に糸始末をしていきます。ちょっと糸始末は全部編み終わってから私はいっぺんにやろうと思います。で次は、こっち側ですね。もう片方もやっていきます。はい、もう片方なんですけど、今度は、こういう風にまた中表で合わせるんですけど、糸端が今度前身ごろの方で長めに取ったので、これを使ってやっていきます。なのでひっくり返してこんな感じで、今後ろ身ごろの裏を見てる状態で、この前身ごろの糸を使って針先をこっちに向けてやっていきます。やり方はさっきと同じなので、このまま省略して
やっていっちゃいます。はい、両方とも肩がくっついたので、表に返してみるとこんな感じですね。こんな感じになりました。で、次は袖を作っていこうと思うんですけど、まずはこの肩はげをしたところから、まずちょっと測って決めていきたいと思います。